ランプ大統領の暗殺未遂事件から5日目。怪しい事実、怪しい情報、怪しいことがありすぎて、もういろんなところでもう自分を見てきているの中、情報を基づいて、さらに疑問、いっぱいありますよね。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。先日公開した動画の中で大変失礼しながら重要なことを入れるのは忘れてしまいました。トランプ前大統領が無事でよかったんですが、もう一人の方、元消防士、お父さん、奥さんと家族で見に行ったことで撃たれたんで死亡してしまいました。ご冥福をお祈り申し上げます。5日目になりまして、いろいろなところからの情報を聞いて、もうマスゴミの正しくない報道も含めていろいろ見てきた中では気になるところがいっぱいあります。納得にいかない、なぜかっていうところがいっぱいあると思うので、私に言わせるとまず一番大きいのは、なぜ怪しい人物がいるということは確実にトランプが舞台に上がる10分前にそういう情報があって伝わったのに、なぜ大統領を舞台に上げさせたのか。なぜ上がっていいの？なぜシークレットサービス、警察など、ちょっと落ち着くまで調べるまで、なぜ、止めようとした人がいないのかということは全く理解できません。先日も言ったように、警察でもない、軍人さんでもないんだけれども、常識の面から見ると、なぜ大統領の演説を止めよう、ちょっと待っててっていうことをしようとしなかったことが非常に怪しい。もちろん先日言ったように、直接あんまり距離のないところから、なぜその屋根に誰もいなかったのか、なぜヘリがなかったのか、ドローンもなかったのか、シークレットサービスのトップも追及されたんですよ。言い訳だらけだよね。責任持とうとしない。やめようとしない。降りようとしない。少なくとも言えるのは、事前の準備。始まる前の準備が全くなってなかったことが、明らかに誰見てもわかることです。もっと軍人さんの話聞いて、当たり前んじゃないの？全く詳しくない人でも分かってることだって。判断のミスがひどすぎます。次。その男の子、マスユーという呼ばれている男の子、屋根に登って大統領を暗殺しようとした男の子に関しても、また怪しい情報がもう相次ぎにも出てきているんです。まず明らかになった動画もありますので、どうぞ自分でも見てください。うろうろしている姿。始まる前からやってる間も屋根に登る前からうろうろしている、怪しくうろうろしている動画も明らかに出てきている。なぜ誰も止めようとしてない。そしてさらに彼の手元にレンジファインダーという距離を測るための装置。銃を撃つときに、特に遠くにこうやるときにも使う距離を測るためのものも手元にあった。まあ、それ自体が武器じゃないかもしれないんだけど、それでも入れて、結局、このことになった。誰も止めようとしてないことが、なぜ怪しくない？変じゃない？なぜって、シークレットサービスのトップも答えられないことも怪しい。発射してから警察を今度行こうとした現場の近くにフェンスが建てられてたんです。フェンスを開けられなくて、登り越えなくて、何分かかったのかわかんないんだけど、結局パトカーでフェンスを倒せなかったら、警察が入れなかった。現場まで行けなかった。動画もあるのでご覧ください。なぜなぜそれの準備も、避難の準備とか、入るための準備もちゃんとしてなかったことも怪しいと非常に思っております。それ以外にも明らかになってきているのは、現場のその屋根の上から20歳の子以外にも、反対のあたりにウォータータワー、こう水をたまるための大きなものがあるらしいんだけど、動画もあるので、なんか上に人が登ったり下がったり、
入ったり、で、終わった後いないという動画も明らかになってきている。そして、いろんな方からの視点で、トランプの右の耳のこの辺りに、おかげさまでそこだけにしか当たらなかった球が、その20歳の子のところからじゃなくて、こっちから来たんじゃないかというふうに言っている一般人ですよ。アメリカの国民、そこのペンシルバニアの方に住んでいる、わざわざ見に行った人の方が情報をいっぱい持ってるんですよ。みんなカメラ持ってるから、携帯持ってるから回しながら、いろいろ目撃しながら、反応とか見ながら、警察より、シークレットサービスより、情報が持ってた。おいおいおい、なんで走ってるの？何があるの？人がいるんじゃないかって。一般の人の責任になるのは、またおかしいって。どうなってたの？その現場で。誰が責任取るの？誰が揃えたの？何の情報が交換されたの？しかしそれも情報交換もあった。チャットみたいなのあるので、いつかわかんないんだけど、それは明らかになってくると、さらに情報が出るんだけど、とにかく許せないミスです。なぜ答えてくれないの？なぜ正しい情報が出てこないの？バイデンの治安も非常に危険じゃないでしょうか？シークレットサービスをちゃんとやってなければ、バイデンもやばいことも考えられますよね。あまり心配してないように見えますけどね。コロナかかって、マスゴミの言い訳で、コロナをかかったバイデン81歳、82歳でコロナかかって、自分の人生危険がある、やばいと。トランプは撃たれたことと同じにしようとしている人が少なくはないんですよ。マスコミの中で。毎晩テレビに出てそれ言える人。インターネットに出てきて、いや、当たればよかったな、死ねばよかったな、笑ったり、あれしたり、バカにしたり、ジョークしたりってする人が少なくはないですよ。日本にもいるらしいんですよね。もう日本のマスゴミの中でも正しく報道しない、正しい事実はある。ジャーナリストとして、ジャーナリズムってプライド少しでもあれば、自分で調べたいと思わない？自分で見ようと思わない？降りてくる台本待ちなんですか？はい、待ってますって。はい、読みます、ちゃんと。恥ずかしくない？アメリカ人のレポーターも、日本のレポーターも、無責任だよ。100% 無責任。もともとジャーナリストとして政治家とか国という仲がいいはずではないですよ。問うこと、何をやってるのか、ちょっと怪しくないですかという責任があなたたちにあるんだけど、ただ渡された仲のいい政府の仲のいい人から降りてきた、それか金の持っているところから来た台本を読むことはジャーナリズムと言えないよ。声優と一緒だよね。無責任。非常に無責任。声優まだフィクションだと分かってるからいいんだけど、もう真面目にこう伝えようとする、真面目な顔しながらってやる人たちには責任もあることを理解できない？この動画見てる人たちの中で分かってる人が多いよ。なぜ日本のマスコミとかを見ようとしない、逃げようとしている人たちがあんなにいるのかって理解できるのかよ。事実言わないから。明らかにもうバレてるんだよ。誰も信じてない。で、どん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 他のところからの情報収集もできるから。視聴者は本当にの中で日本のテレビをまだ見てる方もいるかもしれませんが、それはそれでいいと思います。でも他でもね、情報をちょっとゲットしてみてください。違うから。すべては正しいと言ってないですよ。その中でもね、偽りとか変な情報もあることは分かってます。でも自分の頭の中、フィルターをかけて、いろいろ見て判断してみてください。あと、最も怪しいことは、また自分で調べてください。まず、この事件になる前に、前日に、怪しい株取引のこといろいろもありました。何かがもう起きるって、なんかようにもう見えて、先に、株をショートしようとした。株に詳しくないんだけど、ぜひ読んでみてください。誰かが予想したんじゃないか。同じく、当日にレポーターたちがみんなもいたんですよね。トランプのラリーに必ずこういうちっちゃいイベントにみんな CNN、他のマスコミがみんな行くわけじゃないですよ。もうトランプ嫌いだから、そういうのはね。でも、なんかスクープがあるように、みんなが言ってた
だよね。それで変に誘導が、まだわかんないところいっぱいありますが、あったこと、事実を、情報を基づいて、少なくと言えるのは怪しいことがありすぎて、そしてこれいろいろもうこれを潰そうとしている、カバーアップで英語でしようとしている動きもあることも強く感じています。もう撃たれたばっかりのトランプ大統領が、ね、翌日に病院に出てきて、共和党会議が始まったんですよ。大統領の候補者として、それちょっとずらしましょうとかって多分言えたと思うんだよ。で、みんな多分理解できたと思う。いや、やるしかない。やるしかない。本当に怒ってなかった。なぜこうなったのかって、どうのこうのって大きいこと言ってないよ。どっちかといえば、トランプ氏の顔を見てくださいよ。変わった表情が。変わった。もっといい顔。もう自分の命が何ミリかのちょっと違いで、この奇跡、神様に守られてなければ、トランプがもう暗殺されたんですよね。共和党大会で、もうスピーチもその次の日に全部書き直したらしいんですよね。言おうとしたこと。人生の見方がいろいろ変わってきた。笑顔でいるんですよ。撃たれたバカな人。笑顔。彼の周りにいる人たちの顔とか見てくださいよ。笑顔だよ。反対の方、あっちの方、トランプよりじゃない方、トランプ嫌いな人たち、笑顔は一つもない。気づいたことありませんか？ハッピーな人はいないよ。みんなこうって、打たればよかったとかって、そういう人があなたの周りにいる？俺の周りにいない。もしいたらもういらない。でももともといないよ。もちろん、どっち派っていう違いがあるよ。友達の中でも、死んでよかった、撃たれてよかった、暗殺、もうできなくて失敗だったっていう、もうひどい人もいることを本当に頭に入れてくださいよ。我々は普通の人って、それ見て本当に言い返さないと。正しいことを言わないと。そして責任を持つべきな人には責任を持たさないと。ジャーナリスト、政府、政治家などの偉いって呼ばれている人たちに責任を持たさないと。自分の国のために立ち上がらないと。本当にいけないなと思います。さらにちょっと怪しいなと感じたところいくつかあります。報道は全くされないから、これを間違いなく、これ製薬会社、この20歳の子、全く SNS とかしてないって言われてるんだよね。おかしくない？ 20歳で今のアメリカの中で SNS をやってない子一人もいないよ。でもやってないという。あとはね、もしかしたらその子もトランスジェンダーっていう、もう大昔の写真しか出てこないんだよね。なんか正常期の T シャツに笑顔の普通の中学生か高校生の顔しか出てこないんだよね。実は違う写真がいろいろ出てきている中で、どうぞ自分で見てください。何ジェンダーだろうがよりも、薬は何を飲んでたのか。処方箋薬は何処方されたのか。他のこういう事件があるときに、犯人たちが薬を飲んできてない飲んできていることは明らかになってないことが多いんですよね。いろんな薬、何病とか分かる処方された薬を飲んで、おかしくなってることが多くないですか？この世の中で。もしかしたら100%わかんない。もう医者じゃないから、専門家でもないんだけど、考えなきゃいけないんじゃない？みんな同じような薬を飲んで、こういう事件を起こす子に、なんか共通点があるんじゃないですか？ジャーナリストだからこそ、そういうのは聞きたいと思わない？聞いた方がいいんじゃないか。もしかしたらというのは少しでもない完全にこれで腐っているんだよね。もったいない。もったいない。だからニューメディア、他のところで、みんな一人一人で本当に自分でリサーチする必要あるんですよ。降りてきた情報、流れてきた情報だけ見て信じてはダメですよね。この問題はアメリカの問題なんですけど、本当に全世界の問題。あと1ミリ、2ミリの違いだけで、どんだけ今日の動画、今の世の中、今のアメリカ、これからのアメリカ、これからの日本、どんだけ変わったのか。そして、今回は未遂で済んだけど、
終わりではないっていうことも感じてますよね。トランプの周りのセキュリティはとにかく良くなったことかもしれないんだけど、なぜこの問題があったのか、起きたのか、なぜこんな大きな立派なシークレットサービスなのになぜこれ起きたのか。ただのミスじゃないことも考えられるからこそ怖いです。いろいろ本当に調べる必要ある。明らかにもう内部からも多分人が出てくると思う。もう我慢できない。こんなやばいことをもう人の命、前大統領、もしかして次の大統領になる人の命が何ミリかで終わりだったのは、ジャーナリストたちも仕事してくださいよ。仕事してください。もうその方が楽だと思う。自分で調べて、誰がこの暴力を起こしているのか、誰がヘイトスピーチしているのか、などなどを正しく報道してください。よろしくお願いいたします。アメリカ人として辛いところがあるから言いたくなりました。ご理解ください。めったにこういう話はしないんだけど、本当に緊急な事態になった。アメリカだけじゃなくて、日本好きなアメリカ人としても日本のことを非常に気にしてます。同じ道にこう走っている、もう流れていっている日本にも同じような、安倍前総理大臣件もあったんだけど、これからもどうなるのかっていうことは非常に心配しています。大統領、すべての大統領を守らなきゃいけない。でも特にトランプ大統領を守らなきゃいけないです。これからのためだと私は強く信じています。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしければチャンネル登録と TwitterX、Instagram で Steve'sPOV でやってますので、フォローの方もよろしくお願いします。商品も、Amazon Japan と Steve'sPOV.jp に自分の独自の商品があります。こういうキャップがありまして、すべてはアメリカと日本の仲良くしていきましょうという気持ちのものが多いです。こういう T シャツもあるし、ステッカーもいっぱいあります。よろしければぜひ見てみてください。日本国内配送料は無料になりますので、ぜひ、ご覧ください。一人の意見なんですが、最後まで聞いてくれて感謝です。これからもよろしくお願いします。最後に、笑顔になりましょう。辛い、暗い中では、我々は本当に頑張って立ち上がって、元気になって、ハッピーな人たちも周りに入れて、その悪いアンチハッピーに対してもどんどん叩くじゃなくて、言葉で、頭の良さで頑張っていい人たちとしてやっていきましょうね。サムズアップ的によろしくお願いします。では失礼します。